本日の動画は2000年の松阪市から。松阪電気鉄道が松阪駅から大石までの 20.2km を一般的な線路より狭いナローゲージの期間で結んでいました。2000年に廃線跡を巡って撮影したものと現在の様子を交えながらご紹介します。こちらは今はなき三幸百貨店松阪店の立体駐車場。後方が百貨店の建物で、その後ろは松阪駅になります。松阪電気鉄道の松阪駅は三幸百貨店があったあたりが駅跡で、2024年現在では百貨店を閉店解体して更地の駐車場になっています。少し行くと京町第二児童公園付近。撮影した当時は枕木っぽいものもありましたが、JR や近鉄で使われていたものかもしれませんし、廃線跡のものかどうかは確定できません。この付近から松阪の大口港へ向かう大口線が分岐していたようですが、こちらの追跡はさらに古い廃止時期なので諦めたと思います。1948年休止の1958年廃止。近くには京町共同浴場があって、こちらは今もあります。京町児童公園から少し南下すると、止まれの道をまっすぐ奥に進むと大口方面、左にカーブしていくと松阪駅方面です。今の地点から振り向くとこんな風です。豆の木というレストランの横の公園横の細い道が廃線跡です。現在はこんな様子です。次は焼肉の脇田屋さんの本店の裏。ここは国道166号線の裏道のような雰囲気で並行しています。地図で見ると一旦道が途切れます。ですがカーブを描く形で復活します。そしてここで国道166号線と交差します。国道を渡るとこんな風景。松阪駅方面を見ています。もう少し行くと、ここは県道756号線との交差点の前。ここは津から伊勢神宮下空まで伊勢電気鉄道伊勢線が走っており、先に開通していた松阪電気鉄道をオーバークロスしていたようです。松電を乗り越えた遺構が残っていますが、民家の壁の一部になっているようなので、ここは紹介のみにさせていただきます。しばらく距離を置いて、ここは前の下手町。廃線跡が一本道になっています。2000年から比べても周囲の家がかなり増えています。また少し距離を置いて、ここは山室町です。県道160号松阪滝線から見ています。廃線跡は家などの後ろにあって入れないところです。この用水路の奥に板状の鉄で渡した橋のようなものが見えます。鉄道時代の橋ではないかもしれませんが、廃線跡に人が通れるように置いたのかもしれませんね。そこからもう少し滝町寄りに行くと、県道160号松阪滝線の横に廃線跡が見えてきます。ちょうど単線の線路が敷かれていたぐらいの道。現在の様子はこんな感じ。さらに滝町方面へしばらく並走していきます。ホンダのお店を過ぎてから松阪滝バイパスとの交差点あたりまではあまり風景は変わっていないようで、廃線跡はいつしか林の中に見えなくなります。次は下高地町付近と思われます。未舗装の砂利道が続いています。若干周囲が変わって見えますが、この付近は松阪滝バイパスの建設に伴い風景が変わっているようです。さらに進みまして、越田川の手前の伊沢バス停、元伊沢駅付近です。バス停の周囲が広く、大きな駅だったのかなと想像が膨らみます。この次もかなり飛びますが、終点の大石バス停、松阪電気鉄道の終点です。こちらも終点だけあって広い構内だったのでしょう。バスの駐車場もあり、大きな駅だったと思われます。松阪電気鉄道は戦時中に三重交通に統合され、後に鉄道部門が三重電気鉄道に分離されます。
三重電気鉄道は後に近鉄に合併、各路線は近鉄線になりますが、松阪線のみ近鉄と合併となる前に廃止、バス代行となりました。廃止は1964年、昭和39年12月14日、東海道新幹線が開通して2ヶ月後のことでした。ということで、今回の2000年に巡った松阪電気鉄道の廃線跡巡りは終わりにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。